時代が変わっていくとなくなっていってしまうんですけど、デジタル資産っていうのはデータとして残るものなので、東京モード学園さんと、ファッションとデジタル、それとギャルドを掛け合わせてデジタル分野への裾野を広げるっていう取り組みを行いました。現在、デジタルマーケティング事業部というところに所属しております。主にファッションブランドさん向けに、デジタル資産として活用できないかということで、企画を進めております。やっぱり今でもそのファッション企業さんって洋服を 3D 化するですとかパターン化するっていうソフトは活用されてるんですけど、実際それは社内止まりになってしまって、世の中に出ることっていうのはあまりないんですね。せっかくのデジタル資産ですので、そういうメタバース空間ですとか AI 空間っていうものに落とし込んで、より社会実装してマーケティングとして、世の中に出しませんかっていうことを強く推進しております。入り口としまして東京モード学園さんと産学連携ということで、ファッションとデジタル、それとギャルドを掛け合わせてデジタル分野への、裾野を広げるっていう取り組みを行いました。学生さんの方はですね、実際本当手書きのデッサンから始まって、でトワルで試作品を作って、でそれを黒を使うソフトの学生さんたちが実際 3D 化をするっていうところまでやっていただいてます。単純に学生さんが自分のファッションデザインをしてただそれで終わりってことではなくて、表彰されるよっていう場を、作ってあげることでよりその社会実装へのリアルな、場になったんじゃないかなと思います。今回の審査って、ファッションのデッサンとあと 3D 黒化するっていうことだったので、デッサンで、まず一次審査っていう形で約80作品ほどあった中から、20点に絞りますね。でその後その20点の中から、黒 3D 化した、デザインを、5つの評価軸で審査しました。カジュアルパーティーオンメタバースなので、単純にカジュアルさっていうことではなくて、その色の表現だったりとかその生地の組み方だったりとか、それに加えてメタバースに落とし込んだ時に、映えるかどうかっていうところですね。うちの会社の中でクリエーションするっていうことに意義を持って動いておりますので、学生さんはその社会に向けて背中を押すじゃないですけど、後押しするような機会になったんじゃないかなと思います。なかなか今まで学校で企業さんと関わることは何回かあったんですけれども、 3D 限定っていうのはなくて、やっぱりリアルに持っていくものが多かったんですけど、全てデジタル上でやるっていうこと自体がもう印象深かったかなと思います。3D っていう今結構身近になってきていて、技術を身につけることって大事だなと感じました。今回のこの経験を通してすごく手軽だったし、より早くより良いものを作れるっていう点で 3D CAD をたくさん使っていきたいなと思いました。実践的に 3D CAD を使える機会になったので、とても貴重な体験になりました。一番良かったなと思う点は、今実際アパレル業界でもデザイナーがデザインを起こして、パタンナーがそれを、2D CAD ないしは 3D CAD 化するというところが流れとしては今増えてるんですけども、企業で行っている実際の仕事の流れをこの授業の中で、実際に体感できたということは、非常に大きな、プラスだったんじゃないかなというのは一番思うところになります。学生にとってやっぱりファッション業界のデジタル分野での可能性の広がりを在学中からそれを体感できたことはすごい大きな価値だったんじゃないかなというふうに思います。学生さんのやっぱりその若さゆえの情熱的な発想と、ギャルドのそのデジタル技術、メタバースですとか、あと AI ゲームですね、
そういうところを掛け合わせることで現実的にリアルにこう社会実装に向けた取り組みになったんじゃないかなと思います。ファッションって手で作るものっていうことが常識だったと思うんですけど、デジタル化することでそれも世の中の当たり前にしていきたいと思っております。実際のものって廃棄されたりとか時代が変わっていくとなくなっていってしまうんですけど、デジタル資産っていうのはデータとして残るものなので先の未来代々につなげていくっていう取り組みができるんじゃないかなと思っております。まずはこの、東京モード学園さんとの取り組みで、ファッションデザインっていうのをデジタル資産化して、世の中にこう宣伝していくっていう取り組みができたので、そのデジタル分野っていうのを、より世の中にこう有効活用してもらうっていうことを念頭にしていろんなそのデジタルに関わる事業を推進していきたいと思っております。